皆さんこんにちは、犬です。今回は覚えておきたい試合で使えるテクニック10選。前編、今回の試合で使えるテクニックって何かってことなんですけど、この技で1本取るっていうものではなくて、勝つためにいい結果を得るためにこういうこともできるよっていうお話ですって言われてもピンとこない方もいると思いますが、安心してください。ちゃんと分かるようにご説明させていただきます。数が多くて長くなってしまったので、前編と後編に分けて作りました。今回の動画、前編では試合中時計が止まった時にできること、後編では試合上の使い方、試合直前心や体の準備、緊張の対策、こういうことについてお話しさせていただきます。アップされた動画を見る前に大会終わっちゃったよってことがないようにチャンネル登録をしていただいて、通知をオンにしておいていただけると嬉しいです。ぜひ後編もご覧ください。意外とこういうことって習わないんですよね。試合の中で自然と自分で身につけていくしかない部分っていうかね、教えてもらった経験のある方はラッキーです。でも大丈夫。YouTube でも剣道を楽しもうとしてくださる皆さんには犬がついています。僕が経験してきたこと、考えてきたことですが、役に立ちそうなことは全部お伝えしていきます。一緒に楽しんでいきましょう。剣道でいい結果を出すためにできることは、竹刀を振ったり、打ち込みをしたり、トレーニングをしたりだけじゃないってこと。一本を取るとか、負けないようにするってイメージよりも、一本を取りやすくする、負けにくくするなんてイメージがいいかもしれません。打たれただけの平面的な試合をいろんな要素を絡めて勝ちに行く立体的な試合に捉え直してみましょう。今回の目次、時計が止まっている時のテクニック、試合上の使い方、試合直前。それでは行ってみましょう。時計が止まっている時のテクニック。時計が止まっている時というのは、主審のやめがかかって開始線に戻る時間、合議の最中、どちらかが1本取った時、防具や竹刀の不備を直している時間など、試合時間が止まっている時のことです。その時にできる勝つためのアプローチについてご紹介させていただきます。1つ目、回復です。呼吸を意識して相手よりも早く回復する、呼吸を整えることを意識します。こういう時とか、こういう時とかありますよね。試合に夢中になって入り込んでいると、何も考えず過ごしてしまいそうな時間ですが、相手と差をつけることができます。呼吸が荒くなっていると試合が雑になってしまうことはよくあります。考えられなくなったり、体が動きにくくなってくることがあるからです。緊張もあると普段より息が上がりやすくなります。そんな自分にまた焦ってしまったり、延長戦や代表戦など試合がものすごく長引くこともあります。そういう時は夢中になってすごくよく集中できているという感覚を覚えたことのある方もいるかもしれませんが、やはり呼吸が乱れている状態や乳酸が溜まってきていると、当然知らないうちにパフォーマンスは低下していきます。場合によっては本来の 70%、60% で戦っていることになってしまいます。明らかに時間を稼ぐようにゆっくりゆっくり開始線に戻るというのは、試合の流れを悪くしてしまうような気がするので、あまりおすすめはしません。でも慌てて戻らずに、その間に呼吸を意識するだけでも全然違います。息が上がっている状態でも一旦冷静になり、呼吸を整えることができれば選択肢が広がります。試合再開とともに素早く圧をかける、連打していく、相手がつばぜり合いで休みたいところをすぐに技を出し、引き技で決める、追いかけないといけない状況を作り、引き技の後の展開を作りに行く。また打たせない展開を考えても、呼吸が整っていれば冷静に相手を見ることができる。必要な時の一歩を出せる、足を使ったディフェンスができる、守りながら安全な瞬間だけを狙って攻撃に転じるようなしぶとい戦い方ができる。時計が止まる時、ここを考えることができたらかなり冷静です。普段の練習から呼吸が乱れている時、どういう呼吸をすると回復しやすいか練習しておくといいです。例えば僕は最初から深呼吸のように無理やり大きく吸い込んで整えるというのはあまり好きではありません。細かく呼吸をする中で早く回復するんだと意識します。苦しさが少し減ったような気がしたタイミングで徐々に大きく呼吸を始めて苦しさを抑え込んでいきます。
自分に合う早い回復方法を探してみてください。2つ目、次の展開のイメージです。時計が止まっている時に試合の次の展開をイメージしましょう。構え合っている中でもいろんなことを考えますが、攻撃も防御もしながらですよね。結構大変です。やらなきゃいけないことなんですが、それに比べて回避戦に戻る時とか、相手の準備を待っている時とか、こういう時は考えることだけに集中することができます。相手の癖などがある程度見えてきたら、どう狙っていくかを整理していきましょう。残り時間やスコアなども考えて、どう戦うのがいいか落ち着いて考えましょう。また開始戦に立って試合が再開するまでの 1,2 秒の間にも相手の雰囲気を感じ取るように意識してみましょう。ざっくりでいいんです。打ちたそうにしているな、なんか仕掛けてきそう、ここまでの流れからしてそろそろ来そうだなとか、打ってきそう、打ってこなそう、なんかビビってそう、手元上がりそうだなとか、勘でもいいんです。失敗してもいいから、なんとなくだけど自分にはこう思えた、その感じたことを生かして動いてみましょう。当然必ず当たるなんてことはありえません。でも精度を上げていくことはできます。試していけば考えと違った時の対応も身についていきます。感じ取るとか勘でってついにスピリチュアルなことを言い出したなと、あまり価値を感じない、自分なりの方法をお持ちの方は無理に使う必要はないです。戦い方や考え方が自由なのも剣道の面白さですから。ただ試合者同士にしか感じ取れない何かがあるというのは僕は感じています。3つ目、雰囲気作りです。初めに言っておきますが、無理に必ずやった方がいいというものではありません。それぞれのチームの色や考え方がありますから、効果や影響があるということを認識していただくだけでもいいと思います。効果はある、でもやるやらないは自由に選んだらいいという意味で星3です。例えば試合中に限りませんが、ウォーミングアップで周りがやらないような練習を取り入れている、これは普段すごいことを練習していて強いに決まってると相手に印象づけることにつながります。応援の声が揃っていて拍手がピタッと揃って終わる、試合慣れしている、雰囲気に飲まれる、負ける姿が想像できないと印象づけることができます。全員面の形、防具がかっこいい、一体感がある、強そう、勝てないかもと印象づけることができる、行動が速い、返事がいい、普段厳しく訓練をしているなと印象づけることができます。全員引き技をとにかく打ちまくる、試合上を縦横無尽に使う、どこからでも狙ってくる強さがあると印象づけることができます。何でもいいんですが、このチームあれやるよなみたいなのが浸透して認識され始めると、実力や成果が少しずつ伴ってきた時に、試合する前から相手の頭の中に次の大会の1回戦、うわあのチームか、なんか強そうみたいに連想されることになります。試合前から叶わないとかなんか嫌だなと思わせることは使えるテクニックの一つだと思います。またこれから試合に臨む選手たちにとっても、よし行くぞと勇気を持って戦いに行ける、自分たちを奮い立たせるという使い方にもなります。一例として、時計が止まった時、僕たちの高校は先鋒から大将まで全員が開始戦まで駆け足で戻るということを徹底していました。やりすぎはちょっと変ですが、自然な感じで相手より早く開始戦について構えて待つ、自分たちが1本を取っても過度なアピールはせず、当然のようにさっと戻って構える。取られたとしても、当たってないものに肩が上がってしまったとしても、不服そうな態度は絶対に1ミリも見せずにさっと戻る。速い秒数で相手を圧倒するとか、そういう目的ではありません。1回戦からいいリズムを作って自分たちを盛り上げていくとか、試合のテンポ感を支配するといった狙いがありました。歩いて戻ることは全然悪いことじゃないですよ。普通はそれでいいと思います。ただ当時の僕たちのルールの中では、もたもた歩いたり不満のあるような態度を取ることは、そのリズムを自分勝手に壊すことになり、やろうとしていることに対していいことが一つもないからしないといった感じで徹底していました。相手への敬意、会場の雰囲気を損なわない程度、剣道の大会で嫌がられてしまうことなど、そこには注意し考えた上でチームオリジナルの雰囲気作りを取り入れてみるのはいかがでしょうか。4つ目、監督、仲間を見る。試合中の外からのアドバイスは基本的には禁止されているはずです。でも一瞬仲間や監督の方に目を向ける余裕があってもいいと思います。普段一緒に頑張っている味方ですから、
アイコンタクトからでも伝わるものがあるでしょうし、足とか集中とかラストとか、その一言だけでも前のめりになっていた気持ちが冷静に切り替えることができたりもします。注意しなければいけないのは、助けてという気持ちで仲間を見ないことです。そういう気持ちを持ってしまった時点で相手に勝つのは難しくなってしまうでしょう。試合上では自分がやる以外ありません。誰も助けてはくれません。だからこそ普段の稽古の中で信じられる自分を作っておかなくちゃいけないんですよね。冷静さを取り戻すとか、自分を奮い立たせるとか、そういうつもりでちょっと目を向けてみるのもいいと思います。動画をご視聴いただきありがとうございます。お知らせをさせてください。インスタグラムと X のアカウントを開設いたしました。今後、この2つのアカウントでは主に動画投稿の予告、ライブ配信の連絡を行っていきます。概要欄にリンクを貼らせていただきましたので、お見逃しのないようにアカウントをお持ちの方はフォローしていただけると嬉しいです。YouTube ライブを5月18日土曜日夜9時から行いたいと思っています。インスタも X もライブも不慣れでご迷惑をおかけするかもしれませんが、活動の幅を広げていくために準備してやってみたいと思っていますので、見守ってください。よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。使えるものは全部使って勝ちに行くという気持ちも大切です。試合に慣れている方からすると、僕の話はいつも新しいお話ではないかもしれませんが、僕のチャンネルを見てくださっている剣道を楽しむ仲間と同じ話題を共有して、コメント欄などでも楽しんでいただけると幸いです。試合の場面を想定して練習できることは多くありそうです。例えば上手な先生ってきつい練習の中、体力の限界ギリギリの絶妙なタイミングで集合って集めて話をしてくださることありますよね。うまいですよね。ほんと厳しい顔して重要な話をしているかと思いきや、みんなを休ませてくれているんですよね。素敵ですよね。そうですよね。そういう時、話を聞きながら周囲の人よりも早く呼吸を整える意識を持つんです。慣れてくると早く回復できるようになってきますよ。今回のような切り口から考えることができるようになれば、なんとなく過ごす日常の中でも剣道に活かせる場面や考え方がいっぱいあります。一本を取る、取られるだけじゃなく、有利不利の考え方も大事にしてみると、もっと楽しめる幅が広がりますよ。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。